なんでこの色にしたかっていうと、そういうことか。はい、おはこんばんは、オリーブです。前回までのオリーブの束の間は、なんやかんやでフレームを増やして、なんやかんやで可動フレームを作って、なんやかんやで作業台を完成させたので、今回も今回は作った作業台を塗装していきます。それでは本編へどうぞ。こちらの作業台は塗装するので、荒れているところを研磨して木の表面を滑らかにしていきたいと思います。作業台研磨が終わったので塗装していくんですが、一回分解したいと思います。はい、そしたら塗装する前にいらないところですね、穴開けてしまったところをパテで埋めてから塗装したいと思います。こちらのパテを使って穴を埋めていきたいと思います。ついでにこの枠の方もですね、間違ってビスを両脇穴開けてしまったところがあるので穴を埋めておきます。よし、そしたらこのパテが乾くまで待ちたいと思います。パテを塗ったところですね、研磨していきます。はい、研磨の方終わったんですが、こちらの方ですね、フレームと干渉して削れてる部分、見栄えが悪いのでインパクト用のヤスリで削ってある程度形を整えたいと思います。はい、やってみたら結構いい感じに削れましたね。そしたら反対側も削っていきます。はい、そしたらラッカースプレーで塗装していきます。色はアイボリーっていう、白っていうよりもクリーム色ですかね。こちらを選びました。なんでこの色にしたかっていうと、本当は緑だとかオレンジだとかいろいろあったんですが、釣りの仕掛けを作る時って多分釣り針の色とかって黒に近い色だったりとかすると思うんで、作業台で仕掛けを作る時にあんまり暗い色を選ぶと見えづらいかなと思ったので、この色だったら物を置いても見えやすいかなと思って選びました。あとは船体の色がオレンジなんですけど、オレンジに合う色って何か調べてみると、このアイボリーの色が合うっていうことが書いてあったので、この色がいいのかなと思って選びましたね。これを使って塗装していきます。1回目は軽くスプレーをして、2回目と3回目の塗装が板に密着しやすいようにしていきたいと思います。まず塗りやすい角からですね、塗っていきます。ちょっと塗りづらいんで立てていきます。はい、枠の方も塗装しておきます。
はい、こちら塗装が終わったので、もう1枚の板と合わせていきます。でこちらが下の方が塗装した板ですね。そしたらこの上にボルトをつけて、このように2枚かぶせて、ここのボルトが見えている4箇所ですね、パテを埋めてフラットにしていこうと思います。ただ上にかぶせる板は穴を開けないで、この下側の板みたいにこんな感じでインパクト用のヤスリでボルトの厚み分だけへこませれば、わざわざ貫通させなくても上にかぶせて塗装するだけで終わったんだなって後で気づきました。インパクト用のヤスリでまさかこんなに綺麗に削れると思わなかったんで、貫通させてパテで持った方がいいかなと思ったんですけど、これだけ綺麗に溝をヤスリで削れるなら、最初から上にかぶせる板も溝を削ればよかったですね。もうやってしまったので、パテを持って上の板をフラットにしたいと思います。はい、そしたらまずは塗装した下の板のこの両脇にですね、この取っ手がつくんですが、取っ手のボルトの位置が下のフレームと干渉して後から止めることができないので、最初にフレームと干渉するとこの取っ手のボルトをこんな感じで差し込んだ状態で4箇所のボルトを固定していきます。反対側もですね、フレームにボルトが干渉するのでボルトを通しておきます。ここの取っ手のボルトが開いた時のフレームのちょうど正面に来るので、最初にボルトを通しておかないと後から取っ手のボルトを締めることができなくなりますね。本当だったらこのフレームの干渉しない位置に取り付ければスムーズにボルト取り付けられたんですが、今回は干渉する位置に取っ手を取り付けてしまったので、この方法で作業台固定していきたいと思います。ボルトの溝をパテで平らにするので、パテを塗った後にボルトをつけたり外したりすると多分パテが崩れるんじゃないかなと思ったので、ボルトを固定した後にパテを使って作業台を平らにしたら塗装していきたいと思います。板2枚を合わせた状態で作業台をこのフレームに取り付けることになるんですが、そうすると、はい、こんな感じでボルトの頭が内側に入り込んでしまって、ボルトの頭が何も押さえることができないので、ナット側だけを締め付ける形になるんですが、これでもさっき試してみたら止めることができたので、この方法でこの作業台の4箇所のボルトを締め付けていきたいと思います。この4箇所のボルトはもう取り外すことがないので、外れないようにしっかりと締めていきたいと思います。止まりましたね。パテは乾いてくるとだんだん持った状態よりも小さくなるので、少し膨らむように多めに塗っておきたいと思います。多めに塗ってもダメだったらもう一度パテ塗っていこうと思います。へこんでるところ以外は後で削るのが大変なので、余分なパテをきれいに取り除いておきます。きれいにって言ってもある程度ですかね。はい、そしたらあとはですね、乾くのを待ちたいと思います。はい、ある程度乾いたので、もう一回パテを塗っていきたいと思います。やっぱり水分が抜けてパテを塗った部分がだいぶへこんでしまいましたね。こんな感じですね。あんまり1回に大量につけちゃいけないんですけど、大量にパテを1回で塗るとこんな感じになっちゃいますね。
まだ完全に硬化してるわけじゃないので、余分なところをヘラで削っていきたいと思います。ここが開いたり閉じたりしてしまうので、パテが割れたりしてしまうので、周りの枠をつけた後にパテを塗っていきたいと思います。はい、こんな感じで枠を取り付けたので、もう板が歪まないように固定されてますね。そしたらもう一度パテを塗っていきます。やっと終わった。いやー、パテを塗っても乾くとへこむので10回以上は塗り直したと思いますね。パテを塗って乾くとへこむんで塗ったんですけど、乾いてるか確認するために指で軽く押してみるとさらにへこむので、指で押し込んで詰めたらさらにパテを塗って研磨して塗るっていうのを何回も繰り返して、なんとか平らになりましたね。はい、あとこっちの方ですね。パテを塗ってる箇所増えているんですが、もともとついてたネジを締め込んでも空回りして固定できなくなっていたので、少し太くて長いネジを使って作業台固定し直しました。なので飛び出た部分のネジを削ってへこんだ部分をパテで埋めています。そしたら今度は作業台を塗装していくんですが、その前に関係ないところに塗料がつかないように養生をしていきます。切ったビニール袋を養生に使いたいと思います。マスキングテープで固定します。こんなとこかな。終わり。はい、そしたら塗装していきます。取っ手の部分塗装しづらいんで最初にしていきます。はい、ということで1回目を薄く塗って何回も塗り重ねていくって方法が一番成功法だと思うんですけど、今回1回目を垂れるぐらいまでいっぱい吹きつけて塗装しました。なんでかっていうと、木材なかなか塗料が乗らないのでちょっとまどろっこしいなということで、垂れるぐらい塗ったらヤスリで研磨して薄く塗れば早く終わるんじゃないかなと思ったので試しにやってみます。ただ垂れすぎなところは軽くペーパーで拭いておきます。そしたら塗料が乾くのを待ちます。はい、そしたら塗料が固まったので研磨していきます。研磨が終わったのでもう一度塗装していきます。はい、ということで乾いてということで乾いたので、最後は手でヤスリがけしていきたいと思います。そのままサンドペーパーで研磨してしまうと熱を持った箇所がなぜか色が変わってしまうので、空研ぎではなくてサンドペーパーに水をつけて
水研ぎで作業台の方研磨していきたいと思います。よし、養生の方剥がしていきます。そういうことか。はい、そしたらこんな感じでできたんですが、はい。ということで、キリがいいので、今回はここまでとさせてください。今回は作業台を塗装するところまで進みましたね。パテ埋めをする前提で作業を進めたら、すごく作業内容が複雑になってしまいました。そして最後の方に、また何やら問題が発生したみたいですね。チャンネル登録やグッドボタン、コメントを残していただけると、すごく動画制作の励みになります。本日もここまでご視聴ありがとうございました。ものづくりって本当にいいですね。さよなら、さよなら、さよなら。